こんにちは、ぬいログです。今回はワイドストレートパンツの作り方です。前回の動画で解体した着物地を使用していますが、もちろん普通の生地からもお作りいただけます。着てみるとこんな感じで、今よく見かけるワイドストレートのシルエット、体に張り付かず残暑も快適に過ごせます。ポケットにはアクセントにパイピングを入れてみました。着物の内側に使われていたからし色の生地を効かせています。よかったらぜひ作ってみてください。それでは作り方いってみましょう。今回の型紙はこちらです。ウエストゴム仕上げ、前ポケット付き。出来上がり寸法がウエストとヒップが最大110センチ、股下が62センチ、158センチの私が着るとこんな感じです。少し足首が出るくらいですかね。丈を長くしたい人は長めに裁断し、最後裾上げの際に調整してください。前後パンツの継ぎ目の部分は型紙を作る際、このように股下の内太もも側の線を重ねてみて、前中心から後ろ中心のカーブが滑らかにつながっているかどうか確認してください。縫い代はこのようにつけます。前パンツ幅は縫い代を入れても35センチなので、着物をリメイクして作られる方も前パンツは生地を継がずに作れるかと思います。今回はこちらの動画でほどいた正絹の着物生地を使用します。洗濯してあらかじめ縮ませたところ、幅31センチとかなり狭くなったので、この通り先ほどの型紙は入りきりません。横幅が足りるように前パンツも後ろパンツも生地を継いでいきます。身ごろの生地と袖の生地の汚れや破けのない箇所を探して並べます。柄の向きがある生地の場合は、並べるときに向きが揃うよう注意してください。汚れや傷のないこの部分を使っていきたいと思います。前パンツと後ろパンツの型紙を置いてみると、こうなります。このように配置して裁断できるように、印の部分を縫い合わせていきます。ちなみにここは反物の端同士なので、端処理なしで縫い合わせができます。今回は薄手の絹なので、薄地用の針と押さえに変えてみました。縫い合わせた部分の縫い代をアイロンで割っていきます。裏から見るとこのような感じで生地の継ぎ合わせができました。今回の生地は絹 100%、とろみがあり歪みやすい切りにくい生地です。織りの模様で生地の縦横が分かりやすいデニム生地を下に置いて、絹生地の歪みたるみを伸ばしていきます。デニム生地の耳に合わせてまっすぐに揃えます。絹生地を平らにした状態で一度ピンで固定しておきます。その上に型紙を置いて、ずれないようにまた針で固定します。絹の生地のみ切り出していきます。型紙は縫い代なしで作られる方もいらっしゃると思いますが、今回のようなトロトロの生地は印付けが難しいのと、複雑な形状でもないので縫い代付きの型紙の方がおすすめです。ピンを外して裁断ができました。同様に前パンツ、後ろパンツを裁断しました。継いだ箇所は点線の部分ですが、柄もあり股下になるので目立ちません。ポケット、袋布、向こう布、ウエストベルトも裁断しました。袋布は元の着物の八掛けの部分を使ってみました。では縫っていきたいと思います。まずポケットから作っていきます。ポケット口の裏には伸び止めテープ、または接着芯を貼っておきます。今回は薄手の生地なので接着芯にしました。ポケット口には袋布と同じ生地でパイピングを挟んでいきたいと思います。バイアス方向4センチほどの幅で切り出した生地にアイロン両面接着テープを貼っていきます。
剥離紙を剥がして芯になる紐を置いて半分に折りアイロンで接着します。縫い代1センチで印をつけて余分な部分をカットします。ポケット口にパイピングを仮縫いしていきます。縫い方や糸の色に関しても過去の動画で解説していますので、詳しくはこちらの動画を参照してください。パイピングが縫い付けられたら、ポケットの袋布を合わせていきます。袋布の裏面が上になるように重ねます。後ろ側からピンで留めるようにして、前パンツの裏側から先ほどの縫い目に重ねるようにポケット袋布を縫い合わせていきます。袋布を開いてみると間にパイピングを挟んで縫い合わせることができました。ポケット口の縫い代をすべて前パンツ側に倒してアイロンで落ち着かせます。ポケットの袋布をパンツの裏側に折り返して、こちらも同様にアイロンで押さえていきます。ポケット口に押さえのステッチを入れていきます。上糸は黒色、下糸をからし色にしました。またパイピングの芯にぶつからないように 2mm 押さえを使用しています。ポケット口が完成しました。裏返してポケットの向こう布をポケットの袋布に対して表同士重なるように重ねます。2枚をピンで固定してカーブを縫い合わせて端処理もしていきます。補強のために2度縫いします。端をロックミシンかジグザグミシンで処理します。ポケットの袋部分が縫えました。このままだと前パンツとポケットがぷかぷか離れてしまうので、前パンツとポケットをピンで固定して端から 5mm の位置で仮止めしておきます。これでポケットが完成しました。続いて前パンツと後ろパンツを脇で縫い合わせていきます。左後ろパンツ、右後ろパンツ。脇を縫い代1センチで縫っていきます。前後のパンツを脇で縫い合わせました。縫い代は後ろパンツ側に倒しておきます。着物生地の耳を使った場合は端処理が不要ですが、必要に応じてジグザグミシンやロックミシンをかけて処理してください。パンツを筒状になるように畳んで、股下を縫い代1センチで縫い合わせます。この時、後ろパンツ側が少し短くなっているかと思いますが、少し伸ばしながら縫って長さを合わせて縫うようにしてください。この直線は補強のために2度縫いします。端をジグザグミシンやロックミシンで始末します。左右のパンツを筒状に縫いました。縫い代は先ほど同様、後ろパンツ側に倒してください。左右のパンツを縫い合わせていきます。片側のパンツを裏返しにひっくり返します。裏返したパンツの中にもう一方の表を向けたままのパンツを入れます。股の縫い合わせや生地を継ぎ足した位置を揃えてピンで留めていきます。左右のパンツを縫い合わせていきます。
こちらも補強のため2回同じところを縫ってください。端はロックミシンかジグザグミシンで処理します。パンツ本体は裾以外出来上がったのでウエストベルトを作っていきます。この部分の生地は元の着物の襟を再利用しました。幅8センチ、長さ112センチの生地の端同士を重ねます。上半分の4センチと下端の1センチを縫い代1センチで縫い合わせます。後で詳しく解説しますが、今回はこちら側に生地の耳が来るようにしています。先に4センチの方を縫い合わせています。一度外して反対側の1センチを縫い合わせます。4センチと1センチ縫えました。2つ折りにした状態で輪の端に来るこの位置、ここが前中心になるので印をつけておきます。さらに2つに折った時に輪になる部分、両脇線の位置になるのでこちらも印をつけておきます。前中心から両脇が28センチ、両脇から後ろ中心が27センチです。後ろ中心の縫い代をアイロンで割ります。ウエストゴムの入り口を後ろパンツ中心の上側に来るようにしてパンツ本体と合わせていきます。パンツの表側とウエストベルトの表側が向かい合うように重ねます。先ほどつけた印と位置が合うようにピンで固定して縫い代1センチで縫い合わせます。本体とベルトが縫い合わせられました。縫い代をベルト側に倒します。アイロンでウエストベルトとパンツ本体の間を押さえていきます。アイロンで縫い代をベルト側に倒しました。本来はこうして布端を1センチ折ってこの折り目をウエストの縫い目に重ねるようにして点線の位置で縫い合わせるのが定番の仕上げ方ですが、今回は薄地で歪みやすくアイロンもかかりにくい素材なのでほつれない生地の耳を端に持ってきて縫い代を外に出した状態で縫って仕上げたいと思います。ゴムを入れるとこうクシュクシュっとなりますが、薄手ですのでおそらく気にならないかと思います。ウエストの縫い目から3センチの位置で裏側に折っていきます。本当は後ろ側に折り込む方を4センチ測った方が楽なのですが、今回は歪みやすい生地だったため裁断やウエストの縫い合わせでズレが生じているかもしれないということで、表に出るベルトの寸法をきちんと測っていきたいと思います。折り目の部分をアイロンで落ち着かせます。パンツとベルトを縫い合わせた時の縫い代が外に出てしまわないように確認しながら待ち針で固定していきます。ゴム通しの部分です。縫い目の位置がずれないようにピンで留めておきます。ウエストを1周縫い合わせます。パンツとウエストベルトの境目のパンツ側を縫っていきます。落としミシンという縫い方です。ベルト側を縫ってしまうと目立つので、パンツ側に針が刺さるように気をつけて縫い進めてください。ウエストが1周ぐるっと縫えました。ゴムを入れていきます。こういった
2.5 センチの太幅のゴムでもいいですが、今回は生地が薄手なのでウエスト周りのギャザーが綺麗に寄ってほしいこともあり、細幅ゴムを2本入れたいと思います。ゴムの通り道を増やすためにベルトの中央とベルトの上端にもステッチを入れていきます。上端の方は縫っても縫わなくてもいいのですが、ここにステッチを入れるとフリルのようになりアクセントになります。また今回ウエストに入れるゴムに1センチ幅のものを使うのですが、ゴムの通り道が広くなるとゴムがねじれやすくなるかなと思い、このステッチを入れることでゴムの通り道を少し細くなるように調整しました。ウエストベルトの半分の幅の位置にもステッチを入れていきます。ウエストベルトに2本のステッチが入れられました。ここからゴムを通していきます。1センチ幅のゴム、自分のウエストの 0.9 倍プラス2センチの長さを2本用意します。プラス2センチは縫い重ねる部分になります。私はいつもダイソーの挟むタイプの紐通しを使用しています。後ろ中心のゴム入れ口から入れていきます。途中でねじれないように気をつけてください。同様にもう1本のゴムも入れていきます。上下2本分のゴムを入れ終わりました。ゴムの端はこのように待ち針で留めている状態です。この待ち針に気をつけて試着をし、ゴムのきつさに問題がなければ OK です。緩く感じる方は少しゴムを短めに調整してください。長さを決めたらこのように端同士を2センチ重ねて重ねた中心を縫っていきます。今回は母に贈るものなので後々自分好みに調整できるように手縫いの本返し縫いで縫っていきます。もちろんミシンでも大丈夫です。本返し縫いはこの図解のように縫う縫い方ですが、こちらの動画でも縫い方を説明しています。よかったら見てみてください。2本ともゴムの端を重ねて縫い合わせられました。ピンを外してウエストベルトの中に収めていきます。これでゴム入れは完了です。最後に裾上げをしていきます。縫い代を3センチ取っているので1センチ2センチの三つ折りにしてミシンでステッチを入れる予定でしたが、今回は薄手で歪みやすい生地で折り目をつけるのが難しかったので3センチを1回内側に折りまつり縫いで仕上げたいと思います。端をロックミシンまたはジグザグミシンで処理します。端から3センチのところで折りまつり縫いで裾を縫っていきます。間の工程を動画に撮り忘れてしまい申し訳ないんですけれども、一度裾を一周しつけ縫いしてからまつり縫いをすると作業がしやすいです。まつり縫いの詳しい縫い方はこちらの動画でゆっくり解説しているので、よかったらこちらも参照してください。裾上げが終わればパンツは完成です。というわけで今回はウエストゴムのストレートパンツの作り方でした。おばあちゃんの形見の着物リメイク、母にもとっても喜んでもらいました。残った生地でフリル巾着も作ってみました。内側は8掛けのからし色の生地を使っています。今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。また見に来てくれると嬉しいです。それでは。